こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドノリタケの図柄に鳥を見ていきたいと思います。オールドノリタケには様々な鳥が描かれています。こちらは盛り上げフライングギースと呼ばれる花瓶です。フライングギースの図柄では最も典型的な背景が墨ぼかし色のもので、曇った空を雁が飛んでいる構図です。アメリカのオールドノリタケ研究の第一人者ジョアンの本によると、花瓶の大きさによって描かれる雁の数は1羽から9羽まで種類があるそうです。こちらも盛り上げフライングギースの図柄ですが、背景は夕景色のものです。夕日の空が水面に反射し、水辺には草木が描かれています。これはフライングスワンと呼ばれる図柄です。水色の背景に金森の足、そして飛び立つ白鳥が美しく描かれています。この図柄はイギリスのロイヤルウースター社の絵師チャールズ・ボールドウィンが描いた図柄を真似たものです。オールドノリタケのフライングスワンは縁に金森とジュールが施され、よりドラマチックです。背景の水色が黄色やピンクのバリエーションもあります。こちらはアメリカでグリーンスワンシーンと呼ばれる図柄の花瓶です。水辺の情景が薄い緑色の色調で表現され、2羽の白鳥が向かい合うように描かれています。額縁のように白い花が周りに装飾され、金森の葉っぱが上部に施されています。この花瓶は足が4足ありますが、動物の足に金の花がついているような不思議な形をしているのが特徴です。これはコバルトスワンと呼ばれる図柄の飾り壺です。コバルトの地に金森で豪華に彩られており、中央の窓絵の中には2羽の白鳥が向かい合うようにして佇む水辺の様子が描かれています。これは北のベニスと呼ばれるベルギーのブルージュの風景です。中世の街並みには運河が張り巡らされており、水辺に白鳥が佇む光景は今も人々に親しまれています。こちらはブドウ盛り上げの白鳥と呼ばれている図柄の水差し型の花瓶です。水辺の風景が抑えた色調の土色で表現されており、2羽の白鳥が描かれた上にはブドウの実と葉が盛り上げで施されています。これはミッドナイトスワンと呼ばれる図柄の花瓶です。月明かりの水辺に2羽の白鳥が泳いでいます。この花瓶は取っ手が変わり種で、アメリカではサーペントの取っ手と呼ばれています。サーペントとは伝説の蛇の神様です。ヨーロッパでは白鳥は古くから描かれてきました。こちらは17世紀の絵画を元にしたゴブラン織りのタペストリーです。アンデルセンの醜いアヒルの子にも白鳥は出てくるように、白鳥は昔から親しまれています。白鳥はカモ科の中でも
最大の渡り鳥です。これは足盛り上げオシドリズ花瓶です。オシドリもカモ科の鳥です。仲がいい夫婦をオシドリ夫婦と言いますが、実はオシドリは冬の訪れとともに毎年パートナーを変えるそうです。日本ではオシドリは多くの俳句で読まれており、古くから親しまれている鳥です。こちらはガチョウの描かれたティーポットです。ガチョウもカモ科です。ガチョウは野生の雁が飼いならされて家畜化したもので、鶏と同じくらい長い歴史があります。ガチョウはイギリスのマザー・グースやピーター・ラビット、イソップ物語、グリム童話やアンデルセン物語など世界各国の昔話に出てきます。このティーポットのガチョウも大変親しみやすく描かれています。これは鶴の花瓶です。鶴が描かれたオールドノリタケは珍しいです。鶴は吉祥と長寿の象徴で、日本では古来から装束の衣装として使われてきました。こちらは歌川広重の浮世絵です。19世紀末、ジャポニズムがブームになった時、この浮世絵が欧米に渡ったことが分かっており、欧米のニーズに合わせてオールドノリタケでも図柄として鶴が用いられたのだと思います。この花瓶には金彫りとジュールが施され、大変豪華になっています。こちらはカモメ盛り上げ花瓶です。波間にカモメが飛んでいる様子が盛り上げで表現されています。これは着物のコレクションで有名な池田茂子氏所有の振袖です。明治時代のものです。オールドノリタケと着物で同じ題材が同じような構図で描かれており、池田茂子氏のコレクション展で見たときは驚きました。これは麦盛り上げ鳥塚花瓶です。つがいでしょうか。ぼかしが大変美しく、和の趣向が強い花瓶です。こちらはウェッジウッド風桜鳥塚花瓶です。花瓶の4取っ手、首および下部にウェッジウッド風盛り上げが施されています。ぶどうの葉と実の盛り上げがとても細かく繊細です。窓絵には桜の枝に止まった鳥、ルリビタキとノビタキでしょうか。2羽で語り合っているように見えます。これはフラミンゴの花瓶です。花瓶の首と下部の帯は日本古来の模様です。フラミンゴがコミカルに描かれ、今にも動き出しそうに見えます。こちらはフラミンゴが描かれた茶葉入れです。小さな茶葉入れに広い干潟の水辺の風景が静けさを感じさせる筆使いで描かれており、不思議な魅力を放っています。当時の絵付け師は生きているフラミンゴを見たことはなかったはずですが、生き生きとした姿を描き出すことに成功しています。これは大物描かれたパンチボールです。フルーツポンチのメインボールです。黒と金の縁によって中央に描かれた
色鮮やかなオウムが引き立てられています。紅白の梅にウグイスなどの小鳥が描かれる図柄は古くから日本で親しまれていますが、ここでは大きなオウムが描かれており、和の伝統と洋の新しさが融合している面白さがあります。こちらはフクロウのウイスキージャグです。ウイスキーを入れる器ですが、この器のように塔が編み込まれているものと編み込まれていないものがあります。夜空を背景に枝に止まるフクロウが可愛らしく描かれています。奥はコバルト金森白鳥への飾り皿です。アメリカでいうコバルトスワンです。この他にもオールドノリタケには様々な鳥が描かれています。例えばキジ、ウズラ、コジュケイなどです。欧米の富裕層には狩りを楽しむ文化があることから、狩りの対象となる鳥が図柄として好まれ、数多く描かれているようです。以上、今回はオールドノリタケの図柄2として鳥についてご紹介いたしました。次回はオールドノリタケの図柄3、動物についてご紹介いたします。